What's up guys? 皆さんこんにちは、大熊里奈です。今回は YouTube で留学生活をシェアするちかとも留学生活2019の場を借りて、私のアメリカでのライフスタイルをご紹介していきたいと思います。昨年もこのチャンネルで留学生活についての動画をアップしたんですが、その後に60件ぐらいのコメントと同時にたくさんの質問もいただいたので、今回はその質問にお答えしていく動画にしていきたいと思います。ではまず簡単に自己紹介から、私は現在アメリカにあるアリゾナ州のアリゾナ州立大学でスポーツ経営学を専攻しながら、フィットネスのインストラクターを一緒に同時にやっています。もともと日本の4年生の大学に通っていたんですけど、途中でアリゾナ州立大学に編入して今約2年半ほどアメリカに住んでいます。もともと高校生の頃にオーストラリアに2回短期留学をしまして、でそこで海外に興味を持ったっていうのと、高校の時に、塾に通ってたんですけど、その塾で英会話レッスンがあって、でやっぱりこの英語でねなかなか思いを伝えられない悔しさから、大学は絶対アメリカの大学に行こうって決めてたんですね。でも、やっぱり未成年のうちは親の元にいた方がいいっていうのもあって、最初は4年生の日本の大学で、国際関係学を専攻していました。でちょうど2年の後期ぐらいに学内での英語の作文コンテストがあって、たまたまエッセイを書いて提出したんですね。そしたら入賞しちゃって賞金も3万円もいただいたので、これは添削してくださった先生にお礼を言いに行かないとなと思って言いに行ったら、そのタイミングでこの賞金何に使うのって先生から聞かれて、でとっさに言った答えが留学の費用に費やしますだったんですね。でその言葉が本当に原動力になって、そこから本格的にアメリカの留学先を調べ始めて、で渡米したって感じです。編入するのに必要だったのは、まずは TOEFL とか IELTS の英語の試験のスコアの結果です。私の学部は TOEFL 最低61点以上必要でした。あとは高校の成績表、これはもともと通ってた高校に連絡をして日本語版と英語版両方作ってもらって郵送しました。あともちろん在籍していた大学の在学証明書と成績表、日本語版と英語版、確か成績も GPA が 2.5 か 3.0 以上必要だったと思います。学費を払えるかどうかを証明するための残高証明書が必要だったので、これも郵便局で英語版を作ってもらって、で全て書類が揃って郵送して向こうで受け入れてもらったら、合格通知表とあと I-20 っていう留学生がみんな持ってる書類が送られてくるので、それを受け取ったら今度大使館に行って学生ビザを取って渡米って感じです。ちなみに私は留学機関とかエージェントは一切通していません。全て自分でやって、わからないことは直接大学にメールなりなんなりで問い合わせて自分でやってました。英語どうやって勉強しましたかとか、 TOEFL のスコアどうやって上げましたかっていう質問が多かったんですが、いろいろやりましたね。はい。ちなみに TOEFL とは英語の試験でリーディング、リスニング、スピーキング、ライティングからなる4セクションの英語の試験で約4時間から4時間半かかります。まず徹底的にやったのが単語です。やっぱり語彙力がないと何も始まらないので、TOEFL の単語帳を買ってからでしたね。私がやってた勉強法は、まず1日100個の単語を覚えるんですけど、まず自分の声で英語だけを発音して録音するんですね。 iPhone なりなんなり。その後、大学に行くんですけど、もう電車の中でひたすら覚える。その後に自分で朝録音したのを聞きながら単語をノートに書き出して、その横に意味を書いていくっていう作業を繰り返してます。ちなみにその単語帳は今でもアメリカに持ってきています。やっぱり使わないワードは忘れてしまうんですよね。辛いです。次にやったのがリーディングです。 TOEFL のリーディングの本を買って文章と質問形式になれることを徹底的にやりました。語彙とリーディングはインプット型の勉強法ですね。これだけだとライティングとスピーキングのアウトプット型の試験に対応できないので、次にやったのは英語スピーカーの人たちと積極的に触れ合う場所を自分から設けていました。学校の英語の先生と仲良くなったりとか、彼氏作ったりとか、
英語で話すことでたまにこう出てこない単語だったりとか出てこない表現だったりとか話せない悔しさからもっと勉強するようになって、覚えたことを自分の頭の中で整理しながらアウトプットしていくってことで、やっと自分のものになっていったって感じですね。もともと小学生の頃に器械体操をユースオリンピックの選手としてやっていて、実際に小5の時にハワイで行われた大会で優勝したりとか、ジュニア全国大会で入賞したりとかしてたので、もともと運動神経は良かったんですね。中学の時はバスケ部と駅伝を第一線の選手でやってて、高校からはずっとダンスをやっていて、日本の大学にいた時もキッズに器械体操を教えたりとか K-POP のダンスのインストラクターとかもしていたので、学部を選ぶ時はスポーツ関係を軸に考えていました。去年の動画でシェアハウスについての動画をアップしたら、なんでシェアハウスなのとか楽しそうでいいなっていうコメントとか質問をいただいたので、ご説明をしますね。もともとアリゾナに来た最初のセメスターはキャンパス内の寮に住んでいました。でも寮を出た理由は友達がなかなかできなかったっていうのと、費用がめちゃくちゃ高かったっていうのと、私の学部のクラスは全部アリゾナにあるフェニックスキャンパスで行われるんですけど、アリゾナ州立大学のメインキャンパスはテンピっていうところで、フェニックスから車で20分ぐらい離れてるところなんですね。そっちの方がやっぱメインだし友達もいっぱいいるしってことで、そっちに引っ越そうって決めました。今住んでるシェアハウスに決めた理由は、こっちで初めてできた唯一の日本人の親友が住んでいたので、その子が住めてくれたからです。このシェアハウスは主にインターナショナル生に向けた家なんですけど、今11人ぐらいで一つの家に一緒に住んでて、まあもちろんね、みんな世界各国から来てるので時々大変なこともありますけど、帰ったら誰かしらいつも話す相手がいるし、家族みたいでめっちゃ楽しいです。いつもこんな感じで誰かの誕生日をお会いしたり、ロードトリップ行ったり、楽しいですね。みんな仲がいいです。ちなみに私の誕生日も盛大にお祝いをしてもらいました。Wash your throat well. とてもありがたかったです。かなりハードです。特に最近は朝起きたらシャワー浴びてストレッチして朝食とったら、学校行くかインターン行くか家で課題やるか、午後はジムでトレーニングするか自分のクラスを教えるか YouTube 撮って編集するか、夜はできるだけみんなとご飯食べて、その後キッチンとかをちょっと片付けとかして SNS やって寝るって感じですね。主にやってることなどは去年の動画で大まかにシェアしてるので、そちらの動画をぜひ見ていただけたら嬉しく思います。リンクも概要欄に貼っておきますね。これは毎年アリゾナで2月に行われる大規模な日本祭りです。で、今年はそのヒーローショーに出させていただきました。日本の外に出てみて、こんな形でね、日本の文化を共有できるっていうのは嬉しいことです。まずはアメリカに来たことですね。多種多様な国で、本当いろんな国からいろんな人が集まってくるので、やっぱりいろんなタイプの人と触れ合うこともできますし、毎日がこう学びの場所ですね。あと、発見もたくさんですね。よくやりたいことが見つからないんだっていう意見を聞くんですけど、まあ、もしやりたいことが見つからないなら、少しでも興味があることをやってみた方がいいと思います。私もそうでした。アメリカに来るのは英語力を改善するという仮面をかぶった自分探しの旅でした。結果本当にやりたいことが見つかったので、もうこれを私の経験から言えるアドバイスですね。やりたいことは興味があることを試してみて初めて見つかるもの。変わらない環境では変わらない人生。あとはフィットネスのインストラクターを始めたことですね。アメリカに来て半年後ぐらいにフィットネスを自分でも教えたいと思ってオーディションを受けたのがきっかけですね。最初は本当にそれこそ日本とアメリカのフィットネスの違いに対応するのがすごく大変で、いっぱい勉強もしました。
時にはクラスに誰も来なかったりとかして、もうすごい泣いてばかりの日々もあったんですが、努力の甲斐があって、今はね大きなスタジオで人が埋まるぐらいの人気クラスにもなったし、私を見てこのインストラクターになりますって言ってくれた子が本当に何人もいて、これを本当にやってよかったなって思っています。他人頼りではなくって自分で何でもやっていく精神力とスキルを身につけられました。留学中というより留学前の話なんですけど、日本の英語教育、特に私が習ってきた方法っていうのは文法と単語の直訳で日本語に何でも置き換えるっていう英語の勉強法でした。でも実際にアメリカに来てアメリカで生活してみたら、英語を言語として理解する勉強法だけだと生活できないということです。アメリカに行くならアメリカ、他の国に住むならその国の文化、歴史、あとは現代の子たちが話してる会話の内容とかジョークとかスラングっていうのを知っていかないと、実際に英語を知っていても生活の場での会話っていうのはできないっていうことを痛感しました。実際に私もアメリカに行くこと、英語を上達させることが目的だったので、普通に友達の会話の中に出てくるスラングとか話とか、あと授業中先生が言うジョークとか、あとアメリカ人ならみんな誰でも知ってるような有名な映画の主題歌曲とかっていうのが全然わからなくて、最初は話についていけないことがしょっちゅうでした。英語以上にその国の知識っていうのも必要ってことですね。実はこの5月9日をもって私、アリゾナ州立大学を卒業いたします。あっという間でしたね、この2年半。本当にいろんなことがあって、いろんな経験をして、勉強をして、めちゃくちゃ濃かったです。今後は今やっているフィットネスのインストラクターを続けながら、パーソナルトレーナーの資格もアメリカで取ったので、併用して仕事をしていきます。この私の YouTube のチャンネルで、ピラダンスと私のオリジナルダンスのヒップホップフィットネス、トレーニングのコツとか、私のライフスタイルなどを動画を作ってもっと発信していこうと思っているので、ぜひフォローをよろしくお願いします。他にリクエストとか動画の作ってほしいものとかあったらぜひコメント欄等で教えていただけるとありがたく思います。アメリカとか日本だけではなくて、もっと世界にこの私のコアフィットネスを広めていくので、これからどんどん海外に行く機会も増えていくと思います。留学は本当にいろんなスタイルがあって、もちろん学校に行くなら勉強がメインですけれども、決して勉強だけが全てではありません。課外活動だったりとか、人とのコミュニケーション、他の国から来た人との交流とか、住む場所、行く場所をやることによって本当にいろんなことが学べます。なのでぜひ少しでも留学を検討している人、編入をする覚悟がある方はぜひ後ろを振り返ずに挑戦していってほしいと思います。きっと何か新しいことが見えると思います。はい、それでは最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。